はい、速報です。とんでもないニュースが入ってきました。岸田内閣不支持率 72% の衝撃。全国民10万円給付、特別定額給付金の2回目実施もということで、給付金の最新情報についてお話しさせていただきたいと思います。今日この動画をご覧になっていただいている方は、個人の方で給付金の最新情報を知りたいという方、あるいは給付金の情報が出たらすぐに申請をしたい、あるいはすぐに申請をしてできるだけ早く給付されたい、確実に給付を完了させたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。給付金に関する動画っていうのは、新しい情報が出次第すぐにアップしてますので、今言ったように確実に給付をされたい、あるいはできるだけ早く申請をして早く給付されたいという方は、ぜひチャンネル登録していただければと思います。それでは早速いきたいと思います。まず、どんなニュースが出たか。岸田内閣の不支持率がなんと 72% に上っているといったようなニュースが入ってきました。一つ前の動画で、毎日新聞の調査で、2月の17日、18日の調査で、不支持率が 82% というふうな状態だというふうにお話しさせていただきました。で、これは、同じ日に行った FNN なんでフジテレビ系列ですねの、世論調査によると、同じく不支持率が 72% とめちゃくちゃ高いといったような状態になっているといったニュースが入ってきました。で、支持率は過去最低の 22% になっているといったような状況です。もちろん FNN と毎日新聞の調査っていうのはもちろん会社が違いますので、結果っていうのは違うんですけれども、いずれの会社も世論調査で過去最低になっていると。不支持率は過去最高、最も支持されていないといったような世論調査になっているといったような状況です。ここの背景には何があるか。もちろん国民の声です。コロナ禍よりも生活が苦しいといったような現状があります。どのように苦しいのか。物価が上がっている。あるいは給料は上がっていないといったような状態になっています。いやいや、給料は最近上がっているっていうふうな話も聞きますよという声もあると思います。ただ、本当に実感ありますでしょうか。給料が上がるっていうのは、ニュースで言われているのは、大手一流企業のベアアップとかで、全体的に基本給がどれぐらい上がりますというふうな話もあると思います。ただそれは今言ったように、一流企業、大企業に限ってのことで、我々国民、我々一般的な国民が勤めているのはほとんど中小企業です。その中小企業に限って言うと、ほとんど給料が上がっていないといったようなところが実際なのではないでしょうか。海外のお客様を相手にしているといったような、大きい企業ですね、大企業。例えば、海外に輸出しているような、例えばトヨタですとか、もともと海外に工場があったりとかしますので、そういった企業は逆に好調だったりとかします。過去最高の利益で給料が少し上がってきたというふうな声もあると思います。ただ、我々一般的な国民に関して言えば、中小企業ですね。物価が上がっているのに給料は上がっていないと。国民生活が苦しくなっているといったような現状があります。もう物価で言うと、例えばスーパー、分かりやすいところで言うと、スーパーでもですね、もう1年前に比べて2割3割値段が上がっているっていうのがもう当たり前のようにあります。もう、すごいものになるともう倍の値段になってしまっているっていうようなものも中には見受けられるといったような声もあります。景気が減速して倒産件数が増加しているといったようなところもあります。こういった国民の声を受けて岸田内閣の支持率が過去最低になっていると。各社世論調査が出てきましたが、いずれの会社も過去最低を更新しているといったような状態です。コロナ禍よりも生活が苦しい。岸田内閣にこの特別定額給付金の2回目をやったらどうだというふうな質問が議員からありますとですね、
岸田内閣としては、コロナ禍のような国難の事態でないと、こういった全国民に10万円を給付するというような給付金は行いませんというふうなことを言っています。果たしてコロナ禍よりもきついということはないのでしょうか。物価が上がって給料が上がっていないといったような状態です。コロナ禍というのは、あるいは観光とか、あるいはレストランとか、あるいは旅行に関するところ、あるいは交通に関するようなところ、そういったところは外出制限とかありましたので、非常に苦しいといったような状態だったと思います。ただ、我々一般的な国民、それ以外の業種の我々の一般的な国民に関して言うと、コロナ禍よりも今の方が生活が苦しいといったような現状があります。そんな中で岸田内閣としては、国民に対してこの特別定額給付金と同じような全国民に10万円給付するといったような給付は行わないと言っているといったような状態です。さあ、ただこのまま国民の声を無視できないといったような事情が岸田内閣にはあります。何があるか。今年は衆議院選挙、衆議院が解散される可能性があるというふうに言われています。今年の1月から6月で通常国会が終わります。岸田内閣っていうのはご存知の通り、過去最低の支持率といったような状態です。このまま衆議院解散を迎えたのでは、自民党が衆議院の過半数を割れてしまって、政権与党ではなくなってしまうといったようなことになりかねないといったようなタイミングです。岸田内閣の目論見としては、この1月から6月の通常国会の中で、今回問題になっているこの政治資金規正法の改正っていうのを行って、そしてこの国民の支持というのを少しでも上げて、この衆議院解散を迎えたいといったような目論見があります。さらには今年の6月からは、我々一般的な国民に対しての減税4万円というのも始まります。この政治資金規正法を改正して、そして6月に減税4万円、1人4万円減税というのを迎えて、少し支持率が上がった状態で衆議院を解散、そして衆議院で過半数を取り、この9月の自民党総裁選で、自民党が過半数を取ったので国民に信任されましたよということで、自民党内でも納得を得て、そして総裁として再選、そして岸田内閣、岸田首相として内閣をそのまま継続していくということを目論んでいます。ただ、この国民の支持率があまりにも低いといったような状態があるので、このまま衆議院解散を迎えたのでは、自民党が衆議院で過半数を割って政権与党ではなくなってしまうという可能性も大いにあるといったような状況です。この10万円給付がもし行われるということになれば、生活費の負担が軽減して、もちろん消費の促進ですとか、あるいは経済の活性化ということにもつながってくるというふうに見られます。コロナ禍ではアメリカにおいては1人50万円の現金給付が行われたりとか、200兆円を超えるような景気刺激策っていうのがありました。日本はこの10万円一度の給付ということにとどまっているので全然足りないといったような声も上がっています。そもそも特別定額給付金というのは、コロナ禍にあった全国民に対して1人10万円を給付すると。所得制限なく1人10万円を給付しますといったような、そういった施策でした。これによって、国民の生活、負担が軽減したというふうな声もたくさんありました。いやいや、これは国民は大体、貯蓄してしまって、この経済が活性化するとか、そういったことには全くならなかったんだというふうな、岸田内閣の声もあります。ただ、これは経済を活性化させるといったような施策ではなくて、あくまで国民の生活費の負担を軽減するというふうなものだというふうに国民は理解しています。今も何も経済を活性化させる、それにとどまらず、この
国民の生活が苦しいので、もっと生活費が負担軽減するように給付をしてくれというふうに国民は圧倒的に思っていますと。さあ、もしこの衆議院解散が今年行われるとすれば、その衆議院解散によっていろいろな政党がマニフェストとしてこの特別定額給付金のようなものをもう一回行うということで提言していって政策になるというふうな流れがあります。さあ、10万円給付を政策にしている政党はどういったところになりますでしょうか。国民民主党、これはインフレ手当として10万円を給付するということを提言していくというふうに言っています。れいわ新選組に至っては春夏秋冬四半期ごとに10万円を給付するということを提言していくというふうに言っています。さあ、自民党はこういった国民の支持を得られていないという現状を踏まえて、この衆議院解散のタイミング、あるいはその前の通常国会の中で国民の生活の負担を軽減する特別定額給付金のような1人10万円給付の2回目やりましょうと言ったような声を上げてくるという可能性もあるんじゃないかというふうに思っています。もともとこの特別定額給付金、コロナ禍にあった特別定額給付金も公明党がこの国民の声を受けて自民党に対して10万円給付やりましょうというふうなことで突き上げをしました。その結果、自民党が汲み取って1人10万円の特別定額給付金をやったといったような、そういう歴史があります。今回も国民の声というのをどんどん上げていけば、自民党がその声を汲み取ってもう支持率を上げるしかないので仕方ないということで1人10万円給付するというふうなことになる可能性もあるというふうに思っています。一つ前の動画めちゃくちゃ再生されました。コメントも普段に比べてめちゃくちゃ多くいただいてます。で、この給付金に関する動画っていうのは、多くのこういった内閣の方とか、あるいは政権にいる人、与党にいる人、そういった方もご覧になっていると思います。少しでも我々の国民の声というのを届けて、ぜひこの特別定額給付金の2回目、全国民に10万円を給付するような、そういった給付金っていうのを実現していきたいというふうに思っています。そこでもう賛成、反対の一言だけでも結構ですので、ぜひコメントで、この内容について賛成の方、反対の方、あるいは意見など入れていただければと思います。こういった繰り返しですけれども、岸田内閣の方も絶対そういった動画もたくさん再生されてますので、見ていらっしゃると思います。本当に賛成、反対だけでも構いません。あるいは感想でも構いません。最近はもうこの特別定額給付金の2回目、もうやらないんじゃないか。あるいはもう絶対やってほしいという声だけじゃなくて、もうちょっと悲観的な声も意外とあったりします。もう遅いということだったりとか、もうどうせやらないとか、自民党には給付されたって騙されないで投票しないぞと、自民党に言いません。もともと私たちのお金だというふうな声もたくさんいただいてます。もうぜひそういった国民の生の声を届けたいというふうに思ってますので、コメントよろしくお願いします。また先ほど言ったように給付金に関する新しい情報が出ましたら動画でお話しさせていただきたいというふうに思いますので、チャンネル登録していただければと思います。ありがとうございました。